こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらのお花のブランケットをご紹介したいと思います。こんな感じに仕上がりました。今ざっくりソファーにこうやってかけてるんですけど、全部で19枚のお花を編んでます。それで動画の中ではこの1枚のお花の編み方をご紹介して、そこから19枚編んで、編むところは省略してるんですけど、19枚編んで、それのつなげ方ですね。つなげ方簡単なんですけど、ここをこう、閉じ針でこう縫うようにしてつなげています。で、1枚のお花を中心に、その周りにお花があって、さらにその周りがあってって感じで全部で19枚必要になっています。もちろんね、その個人個人で必要な枚数だったりとかは、作りたい大きさも変わってくると思うので、もちろんご自由な枚数で作っていただけたらいいかなと思います。で、このお花はね、なんていうんですかね。長編みと中長編みの細編み、その3種類の長さを変えながら、うねうねうねって感じで作ってるお花ですごく簡単にできるので、ぜひぜひ皆様もお好きなお色で作っていただけたらいいかなと思ってます。私はこのちょっと紫っぽいピンクとこのダークブラウンの2色で作りました。なんか全部違う。これアメリーっていう浜中さんのアメリーで編んでるんですけど、アメリーは色数が多いので、もちろんいろんな色で作ってもすごく可愛くできるかなと思っております。それでね、結構枚数が多くて結構根気のいるブランケットにはなりますが、ぜひぜひ、一枚一枚はね、すごく簡単に編めるので、ぜひぜひ編んでいただけたらいいかなと思います。概要欄にチャプターだったり、あと糸の詳細、何玉必要とか糸の詳細や、あとはオンラインショップの URL、SNS などいろいろ載せてあるので、もしよかったら見てみてください。じゃあ、早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。浜中さんのアメリーです。で、こちらのピンク、ちょっと紫がかったピンクですね。こちらのお色が42番。そしてこっちのダークブラウンが、24番のお色になっています。ウール 70%、アクリル 30% の肌触りのいい柔らかい糸になっています。そして使用するかぎ針がこちらの6号針になります。まずは1段目から編んでいきます。1段目は輪の作り目に細編みを9目編み入れます。まず輪の作り目をします。こんな風に指にくるっと巻きつけて、ここから編み始めます。この針の中に針を入れて、はい、これで輪の作り目が完成しました。そしたらここから細編みを9目編んでいきます。まずは立ち上がりの鎖編みを1目編みます。そしたらここから細編みを編むのですが、この輪の中に針を入れて糸をかけて細編みを編みます。そしてまた2目目細編み、3目目細編み、このようにして細編みを9目編んでいきます。細編みがこれで9目編み終わりました。そしたらこの糸を引っ張ってキュッと輪の中心を引き締めます。そして123456789目今編めてるのですが、この1目目に針をこんな風に入れて引き抜き編みをして1段目を閉じます。これで1段目が完成しました。次は、先ほど細編みを9目編んだのですが、全ての目に、細編みの増やし目をしていきます。1目に対して細編みを2目編み入れていくので、細編みを全部で18目編んでいきます。そしたらまずは立ち上がり鎖編み1目、先ほど引き抜き編みをした目ですね、そちらが、前段の1目目なので、そこに細編みを1目2目編み入れます。同じ目に2目編み入れます。そして次の目にまた2目、次の目にも2目、このようにして全部で細編みを18目編んでいきます。
このように2段目が編み終わりました。そしたら次3段目は細編みを編んで増やし目、細編みを編んで増やし目という風にして、1目ずつ飛ばしながら、増やし目を編んでいきます。全部で27目細編みを編みます。それでは3段目を編んでいきます。まず立ち上がり鎖編み1目、細編みを1目編んだら次の目に増やし目をします。1つの目に対して細編みを2目編み入れる。そしてまた次の目は細編みを1目、そしてまた次の目に増やし目をする。このように交互に細編み1目と細編み2目編み入れるを繰り返します。3段目編み終わりました。今3段目編み終わって、最後の引き抜き編みをする前の状態です。そしたら1目目に針を入れて、ここで引き抜き編みをするときに糸を変えます。このピンクの糸に持ち替えます。で持ち替えたらここでピンクの糸で引き抜き編みをします。こうすることで糸の色が変わります。そしたら次4段目を編みます。4段目はすべて長編みを編んでいきます。まず最初増やし目ですね。増やし目、立ち上がり鎖3目を編んだら1目目に長編みを編み入れます。そして次長編みを1目ずつ編みます。2目ですね。2目をそれぞれ1目ずつ編んだらまた次増やし目、そしてまた2目編んで増やし目、2目編んで増やし目、これを繰り返していきます。それでは編んでいきます。まず立ち上がり鎖編みを3目編みます。そして先ほど引き抜き編みをした目、そこに針を入れて長編み編みます。これで1目目が増やし目になります。次は1目に対して1目長編みを編む。2目編んだら次が増やし目ですね。1目に対して2目長編みを編みます。そしてまた1目そしてまた次増やし目という風に長編み2目と増やし目を交互に繰り返して編んでいきます。ぐるっと1周編みました。そしたら立ち上がり3目の3目目に針を入れて引き抜き編み、これで4段目が完成です。そしてこちらの図案はこんな風にケーキのピースが6つに分かれたみたいな、形で図案ができています。この1つのピースを6回繰り返したらこの丸になるという形ですね。ここをリピートです。なので、5段目以降ちょっと4段目までは変則的な形になっているのですが、5段目以降はここを繰り返してお花の形を作っていきます。次5段目は長編みを2目ですね。こちらの立ち上がり3目は長編み1目とカウントします。長編みを2目、そしてその次を増やし目を編んで長編み編みます。これを繰り返します。長編み増やし目長編み5段目編んでいきます。立ち上がり鎖3目、そしたらまず長編みを1目編む。そして次の目増やし目ですね。長編みを2目編み入れます。そしてその次も増やし目なので長編みを2目編み入れる。たらその後は長編みを1目ずつ。これを6回繰り返してぐるっと編みます。長編み増やし目増やし目長編みこんな風に5段目が編み終わりました。それでは6段目、7段目、8段目は中長編みと長編みを混ぜて編みます。
こちらが中長編みですね。ここ。そして中長編みなので立ち上がりも鎖編みが2目になります。そしてこの中長編み以外のところは長編みで編みます。長さが変わるので中長編みと長編み、この短い中長編みと長い長編みは、合わせて編むことでこういうお花の形になっていきます。それでは6段目を編んでいきます。そしたら6段目編みます。中長編みなので立ち上がり鎖編み2目。そしたら次の目も中長編み、そして次は長編みを1目、そしてその後は長編みを増やし目増やし目、そして長編みの増やし目を2回編んだらまた長編み、そして中長編みを2目、こんな風にちょっとだけ長さが変わってカーブがついたのがわかるかなと思います。これを6回繰り返します。これで6段目が編み終わりました。こんな風に少しだけお花の形になってるのがわかるかなと思います。それでは図案通りに7、8を編んでいきたいと思います。基本的には編み方はここまでと同じように編んでいきます。8段目まで編み終わりました。こんな風にお花の模様がうねうねっとできています。そしたら最後にこのぐるっと周りを細編みで縁を編んでいきます。最後縁の色ですね。縁の色はこの焦げ茶色になります。なのでここで糸を変えたのと同じように変えていきます。引き抜き編みをするときに糸を持ち替えて引き抜いて糸の色を変えます。そしたら、9段目は全て細編みなので細編みを全ての目に対して編んでいきます。まず立ち上がり鎖編み1目、そして今引き抜き編みをした目にもう一度針を入れて細編み、そしたら全ての目に細編みを編み入れていきます。増減なしで1目に対して1目細編みを編みます。くるっと編み終わりました。そしたら最後引き抜き編みをしてもう一度糸を引き抜いてキュッと引き締めます。これでモチーフが完成です。こんな風になります。これを必要な枚数作っていきます。大量のお花が完成しました。ちょっとね一人で編むの大変だったので田舎の母にも手伝ってもらってたくさんお花ができました。それではこれをつなぎ合わせて1枚の大きなブランケットにしていきたいと思います。こういう糸は全部始末してから剥ぎ合わせていきます。まずはこの真ん中を決めます。そしてこの2枚の花びらのこの山の部分ですね。2枚の山と2枚の山をくっつける。2枚の山と2枚の山、2枚の山と2枚をくっつけるという風に、こんな風にくっつけていきたいなと思ってます。こんな感じで。あ、もうかわいい。もうすでになんかかわいい。こんな感じになります。それでは糸始末をしてアイロンもかけたいと思います。すべて糸始末をしてアイロンをかけてきました。それではこれを剥ぎ合わせていきたいと思います。こんな風に縁と同じ糸ですね、針に通しました。そしたらこの山を2つですね、山1山2山1山2、この2つをこんな風につなげていきます。この鎖編みの細編みの頭の鎖がこんな風に並んでます。これを
この内側1本ずつだけ拾って、そうですね、だいたい3、4目ぐらいを3、4目かがっていこうかなと思います。すべて手編みなので、手編みじゃない、手縫いですね。ちょっと根気がいる作業にはなりますが、根気よく剥ぎ合わせていきたいと思います。こんな感じですね。こんな風に今4目縫いました。このくらいがいいかなと思います。そしてこの糸端はこの内側にこんな風にして隠していこうかなと思います。こんな感じで隠して貯金。この糸も同じように内側に隠してしまいます。それではこれをつなげていきます。またこんな風につなげますね。こうですね。こんな感じでつなげていきます。こんな感じですね。サイズです。横幅が77センチ。高さが70センチの、ブランケットが完成しました。重さです。重さが 234g で、6玉以内で完成します。茶色が約2玉、ピンクが約4玉ぐらいでできると思います。もしかしたらピンク5玉ぐらいいるかなって感じです。いかがだったでしょうか？お花のブランケット。ぜひぜひ皆様も編んでみてください。新年一発目のね、作品としては結構力作になったかなと思っております。ちなみに私はお母さんに手伝ってもらいました。お母さんありがとうございます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして2023年をよろしくお願いいたします。またねー。